皆さんこんにちは。日本語教師のアッキーです。この日本語教育ハブでは幅広い日本語教育関係者の方に向けて情報を発信しているんですけれども、そんな皆さんにはいろいろな悩みがあるんじゃないでしょうか。特に教師になったばっかりの方や、今日本語教師になるための勉強をしている方、授業の計画を作ったり、実際に授業をするときにどうすればいいかわからない。もう何を教えていいかわからない。どう教えればいいのかわからない。そんな方も結構多いんじゃないでしょうか。それから、ある程度日本語教育の経験を積んだ方でも、自分のやり方にいまいち自信が持てないとか、自分の成長を感じられないという方もいるんじゃないでしょうか。今回は、もしかしたらそんな方に欠けているんじゃないかという考え方についてお話ししようと思います。ただ、今回お話しすることは、そういった問題を実際に感じている方に限らず、すべての教育者が持っておくべき考え方ですので、ぜひ聞いていっていただきたいと思います。まず、今回は前提として、教師の成長、教師の教育能力の成長、そしてそこからつながって生徒の成長、これを目的として掲げてお話をします。今回は単純に仕事をこなすためには、教師としてやっていくためにはということではなく、教師と学習者の成長のためにということでお話をさせていただきます。では、早速ですが、今回皆さんに持っていただきたい考え方を発表しようと思います。それは、コーチングです。コーチングという考え方です。コーチングという言葉に馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますが、簡単に言うと、コーチです。コーチというと、スポーツのチームのコーチが浮かぶ方が多いかと思いますが、まさにそのコーチです。一般的に教師と言われる方々にも、このコーチの視点を持っていただきたいと思います。まず単純に教師と言われて浮かぶイメージは、学校の教室で複数人の生徒がいて、その生徒の前に立って何かを教えているというものじゃないでしょうか。その教師が教えるのが上手か下手かは置いといて、とりあえずそういった環境で授業をしていれば、教師だなという感じがしますよね。それがスポーツのコーチとなるといかがでしょう。確かにスポーツのコーチもベンチに立っていればそれっぽく見えるかもしれませんが、ここで重要なのはそのコーチが日頃どんなことをしているかです。まずスポーツのコーチにとってとても大事なことの一つに試合に勝つことがありますよね。なので、コーチはその試合に勝つために日々効率的で効果的な練習方法を考えますよね。そしてその練習方法を基盤に一人一人の選手、個別に指導をして育てていきます。そしてやはり選手を育てて試合に勝つことが大事ですので、コーチは直接指導をする以外に練習時間の外での筋トレの管理や食事の管理、それから精神面でのサポートなどもしますよね。なので今回私がお伝えしたいのは、このコーチ的なやり方、コーチ的な考え方が教師にも必要だということです。今のコーチの仕事を日本語教師の仕事に置き換えてみましょう。コーチが選手が勝つために効率的、効果的な練習方法を考えます。それと同じように、日本語教師は学習者の日本語力が伸びるように効果的、効率的な学習方法を考える必要があります。そしてコーチが練習時間外のトレーニングや食事を管理するように、日本語教師も学習者の授業以外での時間の学習の管理をしたり、
それに合わせて宿題を出したりする必要がありますね。また、スポーツで試合に勝つためには、精神面でのサポートも必要です。それと同じように、日本語の学習にも精神面の状態が大きく関わってきます。特に外国語教育に関しては、外国の慣れない文化や言語に触れながら勉強していきますので、精神的に負荷がかかることがとても多いです。この点に関しても、日本語教師はやはりサポートをしていく必要があります。さあ、ここまで聞いて皆さん、ご自身がこのコーチの考え方、日頃からできていますか？ここから日頃悩みを抱えている皆さんが殻を破るためにもう少し考えてみましょう。例えば、学校などの組織で働いている方はいろいろな制約があると思います。制約と感じていなくても知らないうちに制約を受けている方というのもたくさんいらっしゃると思います。例えば学校で働いている場合は、その学校の方針があります。そして決められたシラバス、決められた教材、そして他の先生とのチームティーチングがありますね。そういったものが一概に悪いということではありませんが、そういった環境で教えている方がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ここで一回その制約を全部取っ払って考えてみましょう。例えば、皆さんが一人の生徒を教えるとしたら、自分一人で一人の生徒を担当する。そして先ほど挙げたような制約は一切ありません。授業のやり方、自由です。対面でもいいです。オンラインでもいいです。そしてシラバスも自由。教材も自由。教材使ってもいいです。使わなくてもいいです。そして授業をする時間も自由です。1日何時間やるか、1週間に何時間やるか、全部決められます。そして授業以外の時間にどれぐらい勉強させるか、宿題を出すか出さないかも自由です。どうでしょう？こんな風に考えたことがありますか？もし明日から自分一人で一人の生徒に教えることになったとしたら、今日どんな授業計画を作りますか？これを一度考えていただきたいと思います。このコーチングの視点で少し考えてみたら、次は皆さんが実際に今やっている授業を顧みてみましょう。どうでしょう？皆さんが今実際にやっているその授業のやり方はベストですか？皆さんが実際に今使っている教材はそれがベストですか？これはなかなか考えさせられる問題ではないでしょうか。先ほどの皆さんが自分一人で一人の生徒を担当するというコーチングの話ですけれども、スポーツの場合、やはりさっき言ったように大会で勝つことがとても大切になってきます。そこで日本語教育にももし同じような大会があったら皆さんどうしますか？例えば日本語教師参加者100人、そしてその100人がそれぞれ1人の生徒を受け持ちます。そしてその100人に与えられた時間は1年。その1年間で何をやってもいいです。どんな授業をしてもいいです。1年後、皆さんの担当の生徒の能力、伸び率を測ってみて、一番伸びていた人が優勝。こういった大会があったらどうしますか？皆さんは勝つ自信がありますか？与えられた1年で生徒の能力をできるだけ伸ばす。日本語能力をできるだけ伸ばすために皆さんは何をしますか？他の99人の教師に負けない授業計画を作る自信がありますか？そういった大会があると仮定して、その大会で勝つためにはその1年で何をすればいいのか、これがとても大切なコーチングの視点になります。何も制約がない、すべて自由というところで何がベストなのかというのを一度皆さん考えてみてください。そしてそこからスタートになります。皆さんが考えたベストな授業計画。これを実際に教える環境の制約の中でどこまでできるかと考えてみてください。
実際に仕事をしているといろいろな制約があります。その制約の中でどこまで自分のベストな授業計画が実現できるかを考えてみてください。そうしてできたものが皆さんが今働いている環境でできるベストな授業計画になるはずですよね。言うなれば針を0から100に一度振り切ってそこから戻していくといったような考え方ですね。この一度100まで振り切ってみるという考え方をしたことがない人も結構多いんじゃないでしょうか。そういった方はぜひ今日からその100の状態を一度考えてみていただきたいと思います。日本語教育に関しては最近コロナの影響もあって個人でオンラインで日本語を教えるといった方が増えていると思います。そういった方は学校と比べると制約が少ないですので、こういったコーチングの考え方が自然とできているかもしれません。自分個人でオンラインでレッスンをしようとなった時には、ゼロから授業計画を作ることになると思いますので、その過程の中でこのコーチングの考え方ができているという方も結構いると思います。そういった方は引き続きこのコーチングの視点を大切にしていただきたいと思いますし、今回この動画で私の話を聞いて初めて知ったという方にはこれからぜひこのコーチングの視点を持っていただきたいと思います。そしてこのコーチングの考え方を一度してみるとわかると思いますが、実際に難しいのはやはりそこから先ですね。ああ、そうか。コーチングという考え方があるのか。ゼロからベストなものを作ってみる。わかった。じゃあやってみよう。ここがスタート地点です。ただ実際考え始めると、じゃあ何がベストなんだろう。何をどう教えればいいんだろう。ここがやっぱり難しいですね。このコーチングという考え方を持つことは本当に重要なことです。この考え方を持っていない日本語教師の方は教師失格と言っても過言ではありません。ただ、その考え方を持った上で実際にどう授業をするのか、どう学習計画を作るのかということに関しては、やはり学習者の個々の性質に合わせていく必要があります。自分が教える生徒はどんな人なのか、どんな性格なのか、母語は何なのか、今のレベルはどれくらいなのか、そして授業をするとして、その授業の環境なども大切になってきます。自分はどんな環境で授業ができるのか、どこまで面倒を見られるのか、こういった様々な要因を加味して授業計画を作っていく必要があります。これは本当に千差万別ですので、一概にこれがベストな教案というのはありません。皆さんが実際に授業をする環境を加味して試行錯誤する必要があります。その皆さんの試行錯誤を少しでもサポートできるように、これからこの日本語教育ハブではいろいろな情報を発信していきますので、これからもよろしくお願いします。はい。では今回の動画は以上です。今回は教師が絶対に持っていなければいけない視点、コーチングを紹介しました。長々と話しましたが、教師の方がこれから行き詰まった時、それからこれから教師になる方は、このスポーツのコーチのような視点に立ってほしいということです。そしてそのコーチの視点に立って初めて授業計画を作る準備ができますので、そこから生徒や授業環境に合わせて最適なものを作っていくように頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。